こんばんは、ゆうかです。上の部屋が掃除機をかけてる音がします。家賃が安いからしょうがないです。今回はゴールデンウィークに開催させていただきました週末のガンプラ発表会にご投稿いただいた作品のご紹介の続きをさせていただきたいと思います。すでにパート1の動画は上がっておりますので、そちらもぜひチェックしてみてください。今回も素敵な作品をご紹介してまいりますので、投稿してくださった方もそうでない方も楽しんでいただけたら嬉しいです。それでは早速本編をご覧ください。前回同様、私が投稿の確認をできた順番にご紹介させていただきます。23人目は猫背にゃんさんです。オリジン版ガンダムに AGUC021 ガンダムの頭と肩を移植してみましたということで、私が分かりやすいようにか後ろに箱絵も写してくださってありがとうございます。移植された頭と肩は本体の部分と比べてすっきりしたデザインになっているので、真っ先にそこに目がいってこだわり部分に焦点が当てられてとてもいいかなと思います。ミキシングは削ったりとかパーツを足したりとかしないといけないんでしょうね。一口にガンダムといってもキットによって形やシルエットが全然違うと思いますので、こうやって自分好みのパーツを集めて作るっていうことで自分だけのオリジナルのガンダムが作れてとってもいいなと思います。24人目はマモルマンネオさんです。延長工作でプロポーションを回収ということで、元々のキットを今調べて見ているんですけれども、結構ずんぐりむっくりした印象のキットなんですね。マモルマンネオさんの作品を見ると胴体の部分が延長されているのかと思います。もしかしたら他の部分も延長されているのかもしれないんですけれども、この胴体の延長によってかなりプロポーションが良くなっていますね。筋彫りの情報量の追加とデカールを貼ることによって見応えのある作品に仕上がってるなと思います。今回1枚だけのご投稿だったんですけれども、画像に合わせて自分で文字を入れたりレイアウトをしたりして見せ方にもこだわりを持たれていて、私もそういったところを見習いたいなと思います。25人目はアクタさんです。マスターグレードエクストリームユニコーンガンダム、以前私もこちらのキット制作いたしました。こちら元々のキットの状態でも光らせることができるんですけれども、アクタさんの作品はリモコン受信機内蔵ということで、いちいち電源を入れなくてもリモコンでピッとつけることができるようです。外装も透けないように工夫して塗装されているようで、確かにうちのユニコーンガンダムは光らせた時に光が白いところに漏れ出てた印象だったんですけれども、しっかり光が出ない外装になっていてすごいですね。青く光る LED は付属してなかったので、ご自身で付けられたのだと思います。週末作業で半年かかりましたということで、すごい力作ですよね。リモコンでの操作の動画はアクタさんの Twitter にてご覧いただけますので、気になる方はぜひチェックしてみてください。26人目は聖帝奥もマンさんです。聖帝で読み方合ってますか？違ってたらすいません。18年ぶりにガンプラ制作されたそうです。このコロナ禍でガンプラ制作を再開したっていう方もたくさんおられるのではないでしょうか。完成7時間じゃなく7ヶ月かかったということなんですけれども、18年ぶりということなので、当時のキットとはちょっと勝手が違ったのかもしれませんね。ブランクがあるにもかかわらずウェザリングもしっかりされていてすごいなと思います。私はブランクがなくても素組みで満足しちゃうので、こういったところは見習わせていただかないとなと思います。このキットはこんな風に変形もするんですね。シルエットも可愛らしいですし、私も購入して作ってみたくなりました。27人目は一心さんです。先日出来上がったので投稿しますということで、出来たてほやほやの作品をご投稿いただきました。300円のガンダムなんてあるんですね。作品を見ると元のキットが300円とは全然思えないクオリティです。ダメージ加工と陰影がしっかりついた立体感のある塗装がすごくかっこいいです。腕からアルミ線が出ていることでマシン感がすごく出ていますよね。私もこういった加工をとてもしてみたいんですけれども、どうやって作るのかまだ知らないのでとっても興味があります。
黄色く光がバチッと出たような表現もされていて、すごくかっこいいなと思います。私もいつかこういった作品作ってみたいです。28人目はかすみん女子モデラー高見名神吉さんです。娘さんと一緒に制作された作品のようです。私は独身なので、こういった親子での共同作、とっても素敵だなって思います。こんな小さい娘さんもニッパーを使いこなせるのですね。これはもう英才教育ってやつですね。組み立てるだけじゃなくって、マーカーでの塗装もされたようで、この年から部分塗装ができるとは、将来がとっても有望なんじゃないでしょうか。これからも親子で作品制作頑張ってください。29人目は DK さんです。ザクタンクとっても新しいですね。でも違和感が全くありません。こういった機体あってもおかしくないですよね。ウェザリングもとっても素敵で、もう本当にプラスチックには見えないですよね。見た瞬間にかっこいいってほんと一言ポロッと漏れてしまいました。特に戦車のこの巻き込みの部分、車輪の部分っていうんですか、ここがすごく金属感があってすごいです。使用キットはガンタンクゲルググで高機動型ザク等ということなので、他にもいろいろ組み合わされてるということで、とってもかっこいいですし、唯一無二の作品ですね。後ろのジオラマとの相性も抜群で、この機体の動いて活躍してるシーン、脳裏に浮かぶ気がします。30人目は KTT さんです。先日初めてガンダムマーカーエアブラシシステムを使って塗装した機体があったので参加しますということで、ご参加ありがとうございます。ガンダムといえば配色カラーが正義っぽい印象がありますが、こちらのガンダムは確かに悪役感があります。ガンダムマーカーエアブラシはこんなに綺麗に塗れるものなのですね。配色も色合いが多いので塗るの大変だったんじゃないでしょうか。悪役とテーマを決めてカラーリングを決めて塗装するっていうのは KTT さんしか作れない作品を作り上げてて、本当にすごいなと思います。こういったオリジナルの配色、私はまだ思いつかないので、もっと勉強していつか追いつきたいなと思います。前回のご紹介の動画で飛ばしてしまっていた19人目はキャンサーさんです。編集の時に気づいて本当に申し訳ございませんでした。ガンダムブレイカーシリーズで制作した機体を具現化しましたということで、ガンダムブレイカーシリーズというのがちょっとわからなくて調べたらゲームのようですね。キットでは売られていない自分の好きなモビルスーツをこうしてミキシングして作り出すっていうのは、本当にこの機体への愛を感じます。本当はデスサイズヘルの足を使用していたのですが、手に入らずラブファントムで代用ということなんですけれども、こういった起点の効かせ方もこれまでのガンプラ製作の経験があるからこそなせる技なのかなと思います。顔にもこう涙が垂れるようなペイントがされているんですね。パキッとした色合いに艶のあるカラーリングも合わせてとっても素敵な作品だなと思います。31人目は山本博さんです。博さんで読み方合ってますでしょうか？間違えてたらすいません。ハイグレードでリミテッドバージョンカラーに塗装したということで、マーク2にはいろんなカラーリングがあるでしょうか？ちょっと知識不足で本当申し訳ないんですけれども、私が真っ先に思い浮かべるマーク2は青っぽい機体なんですけれども、こちらの山本さんの作品ではリミテッドカラーということで、このカラーリングのマーク2がお好きということなんでしょうね。モビルスーツだけでなく色にもこだわりを持って作品制作されることはとっても素敵だなと思います。デカールも派手にならずかつ少なすぎずということで、本当に既製品で売ってそうな上品な作品に仕上がっていると思います。こうやってシンプルにかつクオリティ高く見せて仕上げるっていうのは私にとってはとっても難しいので、今後こうやってシンプルに仕上げてみるっていうのも挑戦してみたいなと思います。32人目は北原誠さんです。いつもの動画やライブ配信でも応援くださってありがとうございます。プラも1年に満たない初心者がということなんですけれども、全然1年に満たない人の作品とは思えないクオリティです。
しかも投稿する作品のチョイスが私の好みを踏まえて選んでくださっていて、とっても嬉しいです。私の大好きな機体の EG8 のカラーリングをこれまた好きなジェスターの色合いに近くして作ってくださっているようなんですけれども、色合いが変わるだけでこんなに印象が変わるんですね。頭の方にも LED か何か入れてらっしゃるんでしょうか。ダーク寄りのカラーリングにこの赤の光が映えてとってもかっこいいです。ウェザリングも大好物ですので、この作品うちの棚に欲しいぐらいです。私の好みに合わせて作品を投稿してくださって本当にありがとうございます。33人目はゆめさんです。スラスターを塗装するだけではなくて、内部に青のサファイアガラスの埋め込みがされているということで、ガラスのカット部分がキラッとしていて、今まさに飛んでいるような、火が吹かれているような表現がされているのかなと思います。塗装でこの青を表現される方はよく見かける気がするんですけれども、こうやってガラスを埋め込んだりっていうのは初めて見ました。ガンプラって自由だなとは思うんですけれども、こういった発想とっても素晴らしいですね。皆さんも真似したいって方が多いのではないでしょうか。メタルボールを埋め込んだりということですけれども、このシールドに埋め込まれているのがメタルボールなんでしょうか。すいません、ちょっと知識がないんですけれども、いろいろ手が加えられていて、時間をかけて作ったことがとってもよくわかります。味のあるウェザリングもされていて、とってもかっこいいサイコザクだなと思います。34人目はニンニーさんです。見た時思わずわーって声が出てしまいました。私の中でウィングガンダムは羽があるせいかキラキラしてる印象がとっても強いんですけれども、ニンニーさんのウィングガンダムはすごく味のあるウィングガンダムに仕上がっていますね。ラップ塗装で装甲の破損汚れを表現したということなんですけれども、ラップ塗装という方法があるのですね。その塗装方法、ごめんなさい、ちょっと勉強不足でわからないんですけれども、このウィングガンダムはこれまでたくさんの戦地を切り抜けてきたんだろうなと想像が膨らむ作品になっているのかなと思います。こういった味が出るような表現とっても好きなので、私も挑戦してみたいです。35人目はドレインズさんです。ツイッターのプロフィールが英語なので、もしかしたら海外の方なのかなと思います。赤い色がお好きということで、元々のキットのここのオレンジ色の部分ですとかを好きな色にこだわって塗装をされているようです。色数が抑えられているのでシックな印象も感じられます。後ろに背負っているこの武器の武装系なんていうんでしょうか、こちらもミリタリーっぽく緑が濃いめに塗装をされているようです。ところどころ金属っぽい部分にシルバーの差し色が塗装されていて、メカニック感がより一層出てるんじゃないかなと思います。頭や腕の青もとっても綺麗な色で、ドレインズさんのこだわりを感じるとても素敵な一作になっているんじゃないかなと思います。36人目は10年以上ぶりのガンプラ製作さんです。ニュージオンガンダム初めて見ました。調べたところ、ガンダムビルドダイバーズリライズに登場するガンプラの一つだそうです。とてもキラキラしていてかっこいい作品だなというのが第一印象です。色合いに気をつけて調色しましたということで、ツヤのあるシンクのボディとちょっとくすんだ印象の胸元の赤い色と、あまりキラキラしすぎないちょっと落ち着いたゴールド、バランスよく配色されていて品があってとても素敵だなと思います。10年以上ぶりということですけれども、全然ブランクを感じさせない素敵な一作だなと思います。37人目は富士さんです。トータルで3つのキットのミキシングということになるんでしょうか。基本体はゼロカスタムで、手足はデスサイズヘルカスタム、羽は2体分ついていますということで、羽がこれだけあるとぐっと派手さが増しますね。色合いが落ち着いているので、めちゃくちゃ派手派手というよりは統一感のある派手さがとっても素敵だなと思います。こちらはもしかして自立するんでしょうか。こんだけ重いものを持っているのに支えが見えないんですが、この羽を広げている姿は圧巻ですね。
38人目はオリックスさんです。名前の読み方間違ってましたら申し訳ございません。ピースサイン、とっても可愛いポーズだなと思ったんですけれども、こだわりに書いていただいている内容を見ると、もしかしたら切ない意味合いのあるピースサインなのかもしれませんね。私はまだスターダストメモリーを見れていないので、想像した感想になってしまって申し訳ないなと思います。元のキットの色合いが結構濃いベースの色をされているので、缶スプレー、サーフェイサーなしだと結構大変だったということなんですね。こだわりにこれだけ文章を書いてくださっているのも合わせて、この機体に対してもスターダストメモリーの作品に対してもとても思い入れがあって制作されたのが伝わってきます。決してハッピーエンドではなくということなんですけれども、スターダストメモリーを見た後にまた振り返ってこちらの作品を見させていただきたいなと思います。39人目は天圭一さんです。1年前からエアブラシ塗装に挑戦されているということで、エアブラシですと自分の好きな色に調合して塗装ができるのでとても楽しいですよね。メタリックの赤を仕上げにクリアシルバーということで、キラキラしている塗料って私の中でどうしても沈殿しちゃったりしてちょっと塗りにくいのかなっていう印象があるんですけれども、とっても綺麗に塗れていて素敵だなと思います。こだわりには書かれていないですけれども、シールドと羽部分でしょうか、大きめのデカールも生えていてとっても素敵だなと思います。週末しか時間がなくて4ヶ月かかったということで、時間をかけた分とっても大切に丁寧に作られたんだなっていうのがすごく伝わってくる作品ですね。40人目はレイさんです。どちらの機体もパーフェクトグレードということで相当見応えがあるのではないでしょうか。どちらもマットなテイストで塗装されてるのかなと思うんですけれども、バーシーの黒とユニコーンの白の色の対比がとっても綺麗に出てるなと思います。こだわりには書かれていないですけれども、シールド裏の武器ですとかの塗装もすごくかっこよくされています。こちらは2体とも光るキットなんでしょうか。2つとも光らせるととってもゴージャスで、寝室などに飾って夜光らせて眺めたくなりますね。41人目はペペとブラックカタナさんです。ずいぶん黒の部分がマットに見えて一緒に塗装してるのかなと思ったんですけれども、形成色生かしということですから、こちらは塗装はされてないんでしょうか。そこにウェザリングが効いてるから塗装したかのように見えるということなんでしょうか。ウェザリングも茶色っぽい色と黒っぽい色と、黒い部分にはシルバーっぽい色と使い分けられていて、味が出ていて素敵だなと思います。私はまだランダムにウェザリングをつけていったりですとか、適度なウェザリングの量っていうのが分かっていないので、ぜひ勉強させて見習わせていただきたいなって思います。42人目はライモンさんです。重厚感を出すために少し暗めのキャンディーレッドに仕上げたということで、メカニックな重厚感もありながら上品な作品に仕上がっているなと思います。キャンディー塗装は私はまだしたことがないんですけれども、何層にも重ねて塗っていくようなやり方だったと思うので、めちゃくちゃ制作時間かかって何度も心が折れそうになりましたというこちらのコメント、大変だったことがよくわかります。こういった落ち着いた色味ですとインテリアにも馴染めそうですし、おしゃれな部屋にポンと飾っておいてもとても素敵なんじゃないかなと勝手に妄想をしてしまいました。肩の下ですとか後ろの金属部分もとても丁寧に塗装されていて、本当にかっこいい一作だなと思います。43人目は抹茶さんです。いつも応援くださってありがとうございます。短時間で制作することはほとんどないということで、今回のイベントを告知後に制作をして投稿してくださったようです。本当にありがとうございますしかもアスカ大好きな私の好感度をアップする作戦ということで、カラーリングも真っ赤に塗装してくださったようです。ピンクのサフがあるんですね。グレーの下地で塗るよりもずっと明るく赤が仕上がってき
ているのがとてもよくわかります。派手な色ですけれども、全体的に艶消しがされているんでしょうか。マットな印象でとてもかっこいいです。差し色に黄色い色も使ってくださっているのは、きっと2号機を意識してくださっているのかなと思います。私のために作ってくださったというわけではないかもしれないんですけれども、こうして企画のために作って投稿していただけること、とっても嬉しく思います。ありがとうございます。44人目はヤッシーチャンネルさんです。プレミアムバンダイがいつまでたっても高機動型ギャンを出してくれないので作ってみましたということで、似たようなキットからここまで欲しいキットに寄せて作れる技術、とっても羨ましいなって思います。改造パーツは全て 3D プリンターで作っているということで、とっても驚きですよね。3D プリンターってどうやって使うのか全然想像もつかないんですけれども、こんな風にキットにはないパーツを精密に作ることができるんでしたら、 3D プリンター欲しいなって思う方もたくさんいるんじゃないでしょうか。優香様に届けてくれよ、あれはいいものだということで、こちらは元ネタがガンダムのアニメの中であるそうなんですけれども、わかんないんで調べたんですが、ちょっとまだねアニメを見れてないので、そちらも駆け足で見ていかないといけないなと思います。こういったセンスあるコメントいただけるの嬉しいです。ありがとうございます。ということで、今回も皆さんの力作の作品をご紹介させていただきました。どれも素敵な作品ばかりでしたし、いいところを真似して自分の作品に取り入れていきたいなって思った方も多いのではないでしょうか。気になる作品がございましたら、掲載している TwitterID をぜひ調べてみてください。その方の他の作品が Twitter で見れるかもしれません。パート1の方のご紹介動画もたくさんの方に見ていただけてとっても嬉しいです。皆さんのガンプラ制作の活動の輪に私もちょっとでも携わることができたんだったら嬉しいなって思います。パート1、パート2で紹介しきれなかった作品につきましては、パート3、パート4でご紹介させていただきますので、そちらもお楽しみに。チャンネル登録まだの方がおられましたら、ぜひチャンネル登録の方もよろしくお願いいたします。それではまた次の動画でお会いしましょう。バイバイ。パート1の動画の方では私の知識不足で皆様にご迷惑をおかけして申し訳ございませんでした。ご指摘くださった方も厳しいお叱りではなく、温かくご指摘をくださって本当に皆様の優しさに私は支えられているなと思います。まだまだ未熟なところが多く、今後も皆様にご迷惑をおかけすることがあるかもしれませんが、そのようなことがないように気をつけてまいりますので、今後ともどうぞよろしくお願いいたします。